おはようございます。約1年弱ぶりキムケンスタイルです。久々の日本のバスフィッシングをやりたいと思うんですけども、どこ行こうっていう話になりまして、そういえばやろう思ってやってなかったのがこちら池原ダムですね。はい、キムケンスタイルって6つったことあったっけ？ないですよね、多分。ないんで、あったっけ？ないっすよね、多分。あるわ。ごめん。あるけど、他のとこではないんで、池原せっかく来たんやったら、60釣れるんでしょっていう舐めた気持ちで、とりあえずはやってみたいと思います。で、今回は流儀号をお借りしてですね、万全の体制なんで、多分釣れると思います。頑張ります。ここで一回切れて、ふわー。よっしゃ、よっしゃ、出た。今のは気持ちいい出方やったで。よいしょ。よっしゃ、乗ったで。よっしゃ。マジで。見てください、これ。はい、こんな感じです。紙パッケージにこだわっております。それ言うために箱入りじゃなくて製品版をようやく受け取ったので、やっとかなあかんでしょう。キムケンスタイルやったら。こちらです。僕ゼロ150。初めて僕製品版今触りました。ちゃんと入ってるやつね、これ。そういや昔なんか奥村さんにね、クラスカット池原めっちゃ釣れるでって15年もないが、それ近く前に聞いたような気がするので、クラスカットいってみます。はい、とりあえずこれだけ言うていきましょう。はい、完成。はい。とりあえず朝一はですね、池原のレジェンド宇田さんのご紹介で白川筋上流やっています。なんかもう太陽上がり始めてるんで、ちょっとこの暗いうちにザーッと流していこうかなと。でね、イボクゼロのタックル、いつもやったらオルトロスの P1 の5号とかでやってるんですよ。最近ほとんど P なんですけど、残念ながら竿を5本しか持って帰ってきていなくてですね、フロロのまんまです。発売したからもう一回言うとかなあかんねんけど、イボクゼロまっすぐ泳がないんですけどっていうコメントちょいちょい来るんで、どういうことかご説明差し上げたいと思います。じゃあちょっと適当にこの辺からやってみましょうか。では How to Evoke Zero 説明いたします。ほんま P とかナイロン使った方がいいのがあれなんですよ。糸自体軽いんで、糸がピッて水面に落ちてしまわないっていうのもあるんですけど、とりあえず今フロロで適当にやってみますということで、投げるじゃないですか。前半竿立てといてください。こうやってで徐々に寝かしていく。これ何回も言ってるんですけどね、ほとんどの人投げてからライン落としてこうやって巻くんですよ。こうやると視点がどうしてもこう低くなるんで横向きやすくなるんですよ。なんで基本これ系、このルアーに限らずなんですけど、バズとかでも何でもそうなんだけど、基本こうやって水につけんように前半立てる。でこう徐々に寝かしていく。バズとかでもそうです。これ系はこういう感じで巻いてください。はい、なるべく糸水につけない。簡単でしょ。傾いてないでしょ。はい、製品版初めて投げますが過去最高クオリティの音いきなり出てます。いいですね。これ魚の浮き具合にもよるんやけど、結構こういうリザーバー今なんか割と垂直に近いアングルで掘ってるじゃないですか。
平行というよりかはちょっとボートポジションを離してリザーブ秋はこういう感じで巻く時の方が多いです。結構秋以降って手前でガバンもまあまああるんで、こういう特にシーウォールとかストレート系のとこは意外とこう引いた方が出ることあるんですよ。あ、ここベイト溜まってんな多分これ。小さいの浮いてきよったっすよ。うわー激しすぎんじゃんこれ。おおボイルしてるやんボイルしてるやん。なんかボイルなんかあれ。おおやっぱボイルしてるやん。小さいな追っかけてるベイト。めっちゃ小さかったそういうの。サマーサマーって思うでしょ。サマーの話です。サマーすぎましたこれ。朝もじたんこの辺でしたよね。なんかおるなやっぱこれ。3匹ぐらいスクリーニングしとんなこれ。おるおる。ごめんね見えちゃってんだよ。でもダッシュする感ないな。おおやっぱバスやったやん見えとったやんあいつ。ルアー派手すぎんちゃうよう。無視ですわ。池原でルアーでかすぎるともうどこでもでかすぎね多分。締めた引きに変えていこう。だいぶ水の色変わるっすねこの距離で。おおめっちゃ激しくボイるけどやっぱ追っかけてるもんめちゃめちゃちっちゃいですよ。てかめっちゃいるやん魚。池原ってこんなバスいたんや。やっぱさっきからこういう土っぽいとこですよね。めっちゃ派手にボイルしてたけどやっちゃいます。あ、今変でした。クランクって感じでもないか。レイダウンでクランクですよ。昭和のバスフィッシングをでかくしたバージョンですよ。もうね終始ルアー見えてるよ入り口から出口まで。あれこれバスいたね完全にいたね。
根っこに思いっきりついとったっす。クランクテみたいな顔しとったっす。多分おるんでしょうね、釣れてないだけで。もうこれより下流行ったらキムキュンスタイル一切通用せえへんパターンじゃん。はい、ちょっともう一回上へ戻ります。とりあえず釣ろうぜ、5ジャップ。魚いたとこもう一回やってみます。なんかトップちゃう感じがするんで、とりあえずクランクでね、20センチでもいいからとりあえず釣りましょう。これ赤潮ちゃうん、要は濁りじゃなくて、いやむしろええっすよ、これええっすよ。水面だけやわ。やったらなおさらトップ出てほしいねんけど、なんか水的にはキムケンでも釣れそうな水ですけどね。てってれー、赤潮なんか何なんでしょうね。赤潮っぽいけどな、なんかね、赤潮マットパターンですわ。見てこの魚探の映像、なんかめっちゃ溜まってるでしょ、この界隈。太陽ガンガン当たり出してますけど、どうでしょう。その裏側だけまだシェードちゃん。この赤潮みたいな、普通に日中でもトップ出そうやけど、いや、動物性プランクトンがたくさんいらっしゃるということです。はい、では参ります。一等入魂、カモン。見えない。シェードギリギリ通った。シェードギリギリ通った。おっしゃ、おっしゃ、出た。今のは気持ちいい出方やったで。おうしょ、久々の池原バス来ました。多分ね、僕日本のバス去年のキムケンスタイルブリーやと思いますとりあえずね、お約束このやつできました。かえってね、この太陽のおかげでそこだけシェードできて、多分ね、魚がグッと寄ってかえって出やすなったんちゃうかと思ってます。まあ、あっち側は僕見えへんかったんやけど、自分のアングルから多分あっこ影やろ思って投げて、影終わったぐらいのところでガバヤって出てくれましたね。はい、この赤潮みたいなこの墨浮いてるこれね、これかなり騙してくれるじゃないですか。青子と一緒、僕は好きです。キムケンでも釣れる水、こういうとこね。でこう最後に追い込めるとこにこうやって持っていってやる、こういうことね。その2匹もおらんすけどね。赤潮単品ではおらんな。シードプラス赤潮ですね。キムチンでも釣れる魚1本しかいません。なんだワームリグンドめんどくさいですよね今。それもありこういうことになってるんですが、そうも言ってられない時間になってきました。
10時半。切れそう。ちょっと一応リングで帰ってとこ入る前よ。20ポンドとはいえこのザラザラがすぐ分かってくれるのがいいんですよ。オルトロス FC 結構ね、表面が強すぎるやつやと分からんまま結構細かい傷が入っとって、で一本もんやとそれでもうパーンと切れちゃうんで、なんていうの、ナノスクラッチ的なやつ。こいつは結構多少傷入っててもまだ粘りよるんで、こういう岩は特にオルトロス一択なんです。僕は昔はナイロンであえて当てんようにとかしてましたけど、最近もうスクラッチが入っても分かるからほぼフロロでやってますよ。うわ、でっかいのおるでこれ絶対。ほぼほぼ食わへんやろうけど。うわ、一瞬見に来たやんこいつ。なんか入れた方がいいかもしれんな。やごっちゃいますか、ついに。一瞬だけね。これだぜ。ヤゴの人ですから。じゃあちょっといきなりペースダウンですが、手も疲れてきたことですので休憩させてもらいます。はい、誰もが知るあの立ち木で果たして食わせることはできるのでしょうか。あ、真ん中通さん方がいいなこれ。真ん中無理やわ多分これ。右側の方が確か枝が出てないから根っこタイトに通せる。セーフ。根っこタイトに通すコースで、うわ、テンポいきなりガタ落ちやなこれ。多分20ポンドやからよっぽどじゃないと切れはせえへんと思うけど、どうやんやったっけこれ。あ、いる、多分いる。いいとこ入っとるよ。抜けてまったな。こうで左に流れ、よっしゃ、完璧。こうですわ。水面直下にも一匹おるやん。これなんや。ヤゴソですか。ひょっとしてヤゴソですか。なんかいっぱいいんねんけどなこれ。なんやろ。なんか見に行ってへんかこれ。おっとなんかちゃうやつやなとかいうのが分かるんですよ。あ、来た。はい、じゃあディープやってみたいと思います。ディープのなんかクチャクチャクチャっていうクチャクチャクチャっていうオダみたいなやつ。これ10メーター沈めんのか。早くも憂鬱。浮いてきた。ライン見よったか。何やこれ。多分もうそこらへん行ってるはずやで。
これルアーか。これ魚やな。ギャンくんかい。もうなんやこの脳神か言うてね、言ったらようやろう。じゃん。こういうとこ用に作ってね、早投げなあかんかった。てかこのテンポで釣りしとったらね、結局釣れへんと思うんです。せめてステイポジティブで長もん好きな魚をマイウェイで釣りたいなと思います。ウナですわ。しかもワッキーちゃうね。泳がすね。ほい、これですわ。テンション上がることしよう。はい、移動します。なんかいる。なんか今流れ出始めみたいになってません？風か。熱っ。さすがに脱ぐ。このキャスターあかんかったら。2時だぜ。えらい動き回ってるで。バスか。キムケンスタイル史上最大のディープですね、これ。琵琶湖でもこの深さあんまりやらへんよ。なんかその辺やたらさっきからワッシュになってる気がするんだけど。バスっぽいリアクションしようなこいつら。バスっぽいぞこいつら。はい、だ。いよいよ本命ポイントですよ。ここや。立ち木だらけ。はい。これ食うてる？ひょっとして。あ、食ってるわ。いきます。抜けたか。乗ってるか。あれ、枝分けしたか。今食ってたけどな。ちょっと待って、まだついてるか。ついてるんかこれ。枝分け。枝分け。ちょっと早かった。ひょっとして合わせんの。今のが今日のクライマックスだったかもしれません。立ち木が複雑すぎて、これ泳がすっていうよりももうボトム置いとく。上げて落としするしかないんちゃうかな。ここめっちゃややこしい立ち木や。4、3、はい、おはようございます。昨日ねやった感じだと多分シャローでかいの出へんそうあれなんでもう今日ちょっとディープで一発狙いに行きます。どうせならだって池原だもん。それやっぱでかいの釣らな意味ないんで、はい、没覚悟で頑張ります。でどこやったっけ。はい、朝は昨日のあの岬、あの島ですね。この離れたところまで立ち木がガラガラってあって、この多分やっぱ反転量みたいに巻いてる部分かなで昨日一発食ってるんですよ。やっぱね
浅い側にこう追い込ますコースじゃないと壊せづらいなっていう感じはあったんで、ちょっともう一回同じコースでやってみたいと思います。で、昨日一晩いろいろ考えまして、こちらリグっちゃいました。もうゼロついてたオルトロスの24ポンドの76のタックルにハイサイダー、はいにディープトレーサーの 42g で、これでちょっと立ち木の周りをあんま沈めすぎたら引っかかりそうやから、絶妙にトレースしていこうかなと。今ね、ほんでしかもダム水動かしてるらしいんですよ、今朝は。今も風の影響もあるけどちょっとむにゃってなってる。これ多分ちょっと朝のうちがチャンスかなと。久々の日本バスフィッシングということで、ぶっちゃけ全然用意できてないですもうほとんどアメリカにタックル置いてきて帰っちゃったんで、一応5本だけ持って帰ってきてるんですよ。で、スピニング、うち1本スピニングで今回1球もしてないんで、こんな感じですね。でもうこれって結構アメリカでもいつも使ってるタックルまんまなんですよ。まず一つが、こちらちょっと張り強めのグラスロッドに、ゼノンビーストの、ローギアの方ですね。はい、6.8 対1、6.8 対1なんでローギアってほどローではないんですけど、結構巻き取りの力あるんで、従来のローギアとあんま変わらんかなっていうぐらい結構パワフルに巻けるんで、それでマグナムクランクですね。でラインがオルトロスの20ポンドです。岩越しとかやっぱエグいアプローチ決まった時に食っちゃう可能性あるんで、もうラインだけはもう多分ね、今回僕20以下巻いてないんで全部20基本、これがグラス、マグナムクランク系のタックルで、もう一つがこの76ですね。ゼノンビーストの、ハイギアの方ですね。はい、ハイギアの方に、これはね今24ポンドのオルトロス FC 入れてます。24です。本来ねゼノンってどうしても32やから、20ポンドぐらいかなっていうケースが多いんですよ、使うラインのバリエーションとしては。でもっと太いフロロの時はレボのビーストであったりとか、いろいろ使い分けてるんですけど、今回ね結構どちらかというとアキラシ重視かなと思ってて、それこそこれ1台でこういうディープトレーサーとか、ビッグベイト的なこともやるし、本来だったら P でやりたいんやけど、もう僕ゼノンもフローでやっちゃえってことでキャス決めなあかんのもあって、割とゼノンのこのタイト感、パーミングの小ささって腕も疲れないんで、いつも使い慣れてるこのリールで来てますっていうのが1セットね。で、もう一つがこれは 70H に、これもラインがオルトロスの20ポンド、こういうヤゴ系とか、ちょっとしたふわっとしたことするとき用なんで、リールはこれねビーストじゃなくて MG7 です。で20ポンドで MG7 って結構ラインのスペックとしてはオーバースペックになっちゃうんやけど、意外にねいけるんですよ。フルキャストでも今回ラインなくなってないでしょ。このクラスの思いっきりフルキャストしてもなくなることはないですよ。よっぽどライン出してもまだ結構余るぐらいライン負けてるんで、30ミリで十分、むしろジャコロケット別にビーストでも投げれるんですけども、こっちの方が軽いし操作性も高いかなっていうことで、MG7 にしてます。で、もう一本同じタックルなんですよ実は。差はリール違いです。これは、ゼロンビーストの、ハイギアの方、これも一番よう使い込んでるタックルセットに、ラインも一緒ですね。20ポンドのオルトロス FC、 このフットボールヘッド系であったりとか、これも要はこのクラスのタックルだったらもう2本どころか3本4本あってもいいぐらいなんで、いつもそれぐらい使用頻度の高いのはやっぱ 70H クラスに16から20ポンドで、池原で16怖いんですよぶっちゃけ。でかすぎるやつ来るんで、たまにそれも想定して、やっぱりそれこそが狙いにいってる魚なんで、最低でも20巻いときたいなっていうので20ポンドっていう、こういうタックルセッティングです。ご覧のように、リール全部ゼロになってるんですよっていうぐらいめっちゃ気に入ってます。やっぱり何よりもこのロープロファイルですね。最初の1台の時点でもこれめっちゃやばいやんって思ってたぐらい、なんていうかな、ガチッとしてるんですよ。とにかく持った感触が。で持ったイソ回転もいいし、もう唯一できんことって言ったらやっぱり28ポンド30ポンドとか40ポンドって太い糸巻くんやったら当然スプルケでかい方が
いっぱい糸巻けるし、それ以外の用途やったらもううちこのリールあったら全部できちゃうんですよ。もうこのハイギアとローギアって使い分ける感じで。でノブ、この DFL ノブですね、僕のプロデュースノブ、今回ねハンドル斡旋で変えちゃうとやっぱ高なるじゃないですか。なんでもあえてノブだけで変えれるようにノブ作ってくださいって頼んで、これでコルクタイプとこの EVA タイプですね、この2種類分けてもらってて、僕は分かりやすいようにローギアの方はこの EVA で、ハイギアの方はコルクって使い分けているんですけども、かなり調子いいです。結構ゴールに近いところまで来たリールかなっていうふうに思ってます。はい、あんまなんていうかタックル面で迷いたくないっていうのがいつもの木村健太そのものなので、アメリカ行っても結構他の選手よりも全然差を少ないねってよう言われるんですけど、それぐらいやっぱある程度使うものを決めて、僕結構今差を作ったりいろいろしてるんですけど、僕の考え方ですよ。優秀な道具ほど種類いっぱいいらないんですよ。いや、優秀にそのやる部分をしっかりとこなせてるんであれば、同じ差を2本持てばいいんで、それこそ701なんか2本持ってきてるのと一緒で、いいタックルであれば汎用性が効くので、僕の理想の究極はワンセットで全部できるのが一番いいんですよ。だからそれができないんで、今のところ4種類5種類とかやってるんですけども、できれば道具で迷いたくない、それがこういう形のセッティングにつながってます。第1投目、おらっしゃい、引っかかんないよ。さっきちょっとこうドンってこう岬落ちたとことこっち側の中立ちくんとむっちゃややこしいんですよ。普通のタックルでかけてもらったら昨日みたいにまたなると思うんですよね。手前の立ち木に巻かれるんで、魚も用意してはるんすわ。ついた。これどうやって使うほんでディープトレーサー巻いて使ったことしかない。魚っぽいのおるな、多分。クリアしない感じでおるっすね、多分。うぜえなこれ。何にスマートモバイル通知でやめろや。食わなかった。ってことは具を変えます。ちょっとあんま一発だけにしといた方がいいと思うね、入れんやったら。いやね、ちょっと昨日長物機いまいちやったんで、今風吹いてるからどっちでもいいかもしれないけど、パワーウィグラーの4インチに同じウェイト 17.5g のフットボールウェイトで、なんかちょっと魚っぽい方が食うかなっていう印象が実はあったんですよ昨日。なんか見切られてる感めっちゃあったから。これまへんか、食う感じがしない。朝からこのムードかよ。一応身には来てる感じがする。いきなり最終壁投入。寝起きでこれきついけどな、なんかいまいちついてきてくれてる感じがブワーとかじゃないんですよ。この溝みたいなね、これ 25m 先なんやけど、ここに結構ね坂動いとるんですよ。めっちゃライブスコープの話やけどこれないとこのセンターの変化見えへんから、エリート的話をしちゃうと、僕の中ではライブスコープの基本はロングシュートですよ。みんな近すぎ、僕は割と、最低でも 25m より近づきたくないんで、壊したいところに。何でもそうでしょ。わざわざサイトで距離詰める必要ないじゃないですか。それと一緒。多分この1匹でかいんですよね、こいつ。さっきハイサイダーちょっと見に来よったけど、距離が結構遠かった。やっぱ一
くやつってギュンって結構いいモーションでいけるので、結構冷静ですわ。朝から昨日ほどね流れあるおかげで動かないんで、昨日流れなかったから水面直下とかフラフラしとってめっちゃ釣りづらかったけど、状況的には悪くないですよ今。これはこれでちゃうんですって。一回これ見てみようか。ちゃうんですって。やっぱこれ反応ええな。反応ええぞ多分これ。泳がした方がええような気するぞ。誰やねん、ライブスコープあったら誰でも釣れるとか言うてんのね。そんな簡単ちゃうっちゅうねん。あんなライブスコープとかあかんで、ね、よくはしてへんやないか。もう一発だけやおいてあかんかったら移動しますわ。ちょっとこの朝の時間は重要っぽいのでこれ一投やってる間に朝一終わってまうじゃん。これでも、ね、絶対ウグイとかじゃないっすよ。群れがぐる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 回っとるさ、溝の中。何本だったっけ。多分20やと思うよ。16やったら怖いな。20。あ、20や。意外とラインキャップあるんで MG7 でも20いけるんですよ。軽いもの用でビーストがでっかいもの用。OK Let's go Let's go Let's go ディープですわ。ディープのピンですわ。こうですわ。沖側に寄せてまいり岸側に寄せた方がマシっちゅう話やなこれ多分。沖側に寄ってもってテンション下がりよったらどうしようもないですね。なんか引っかからんギリギリでスピード出したいんですけどね。これただ巻きやとただ巻きやで浮き上がってまうんで、それでスト風にやってるんですよ。さすがにね 20m とかになってくるとただ巻きやと浮き上がる一方なんで、パワーウィグルは絶妙にねこうなりよるんですよ。ギルスとしてる。あとシャドーテールでやった方が僕が好きなのはやってる感あるから、ちゃんと抵抗あるから。どうしても意外にねピンテール系の二度走ってこうなってるんですよ。頭上がりでこんななってるから結構平行姿勢キープできるから、僕はシャドーテールの方が好きなんですよね。あとピンテールのノン感に耐えれへんっていう、わかりますその感じ。22、3メーターで今日の方がねそこに近いところにいてくれるから壊せれそうなんですよ。ここでもトレーサーやっちゃう。超でかいブッシュ引っかかりそうやけど一撃必殺といきます。投入コン OK。 ついたか。多分むっちゃでかいのおろすとこ。3匹ぐらい現れよったけどね。こっちに動いてきよった。ここが餌場所で、上にちょこちょこって生えてるこのヤシキハトの上に生えてるやつにヤイカーなんもなくて、インカーの折り口におるしょ。多分これでかいんですよ。食わねえんですよとにかく。このフォールスピードやと
落ちてる間にどっか行ってまういつも風もやんでもうたなあ。コーヒー入れた一発っていうちゃうやろ。集まってきた。よいしょ、塗ります。ピッてテンション上げた。僕食えるやんを期待していました。これをほぼサスペンドして止まってる。穴化けしたしてな。ガンガン見とったっすからね。食ったんちゃう。くたくたくた。ああ、抜けた。マジか。やっと食ったのに、もう緊張の糸も切れました。めっちゃ待ったで今食うまで。ほんでこれかよ。マジか。色変えてみよう。なんか泳がしても途中でふわーってやめよるんでみんなちょっとナチュラル系でいってみよう。早送りで。向こう一より魚おらへんよ。さっき食ったとこに入るまでに最低でも15分かかるよね。めっちゃいるけどなここ。さっきからあれ見に行ったんちゃうこれ。食うてまえや。食うてまえや。そんなみんなやったらこれ一日は無理やで。見てる側も辛いわ。あ、これがうわやっぱり遅っ。これやで、これやで。あ、なんか来た。なんか見に来た。なんか見に来た。ピコピコって見に来た。見に来た。食うてへんのか。食うてへんわ。ピコピコって見に来よったけど。こんなやっとボトムいった。ずっと息止めとったんすわ。さっきでもここで食うてるんですよ。この屋敷跡の基礎の落ちるとこ。ほんまにこれじゃないと食わへんのか。ちょっと変えるわ。もうテンポ悪すぎる。これやったっけ。昨日ちょっとやってた。魚結構おる感じやったんや。気にせんとこ。重くそ通ったけどね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。どうもどうも。魚映ってるな。おるなここ。おるっすわ。意外にでも浅い側におるな。浅い言うても12メーターぐらいあるんですけど。あ、食った？あ、食ったかも。食った。送り込んでしっかり。あっ、ふう。マジか。もう一回食え。お、もう一回食ったんじゃん。もう一回食うてるかも。いきます。違うわ。2回目のはちゃう。
まあまあでも勢い良かったから多分小さいと思いますけどね。うん、下に群れおるわ。こいつらやな。あれあんだけ送ったのにここですわ。歯型残ってんの。どういうこと？多分でかかったら絶対そんなんないと思う。これが俺のライブスカープシュート。うわでかすぎちゃうこれ。ライブスカープシュートでこれでピッて見やったら多分バスやこれバスや。これ全部バスやこれ完全バスでしょ今の動き。分かったでしょ。思ってるより深い側におるぞさらに。そっちに動いた乗らんかったやつの群れやなこれ多分。深い側におったわ。速くても動きが合ってればついてくる感じでしたよね今の感じの魚。浮き出しけんな。かなんなまた水動いてんのかもしれんなこの浮き方でも。風来たな。風来たな。この辺からエレキでいかんといかんもんで逃げてまうで。誰の真似ですか分からんすね。思ったほど風がなくもっとバチンいってくれてるか思ったけど前期だけでしたわ。一匹おるな。身には来てるな。食いはせえへん感じで身に来ておるな。やっぱここおるないつも。食うてよ。一撃必殺いかなあかんかこれは。ちょっと色変えよう。さっき食う少なくとも一回反応あった色にしよう。このタイミングですわまさに。風を追いかけて風が吹き始めるタイミングに合わせたんです。たまたまですけどね。またこの2匹多分バスなんですよ。わかります？動いてるでしょ微妙に。向こう側のこのなんていうの溝みたいになってるとこで餌待ってるんですよ多分これ。昨日の夕方食う多分ここですまさに。18メーターぐらいあるんですよ。風来たよ。こいつは動かんっていうだけ昨日よりかは状況ええんやけど動いてないんですよ。ずっとじっとしとるんですよ。やったこれ食うてみたら一回合わさへんし。食った。今食っても今食ったやん。驚きのあまりちょっと巻いちゃいましたよ。平ら場やったら完全に今船長に怒られてるやつやでなんか一本だけ背高いところの根元におったわ。わっさ出てきたやん。おるやん多分小さいわこれ。うわめっちゃおる小さ。多分結局これ乗るの多分でかないからやで。ダメだこれ。はい昼飯バンジーキュース。
風がぶち当たっていることに期待してやってまいりましたが、残念ながらベタベタです。風が追いついてくると信じて巻き始めてみたいと思います。白よりもなんかちょっと濃い色にしようか。濃い色にちょっとアメリカかぶれすぎてたこれ。こちら何やったっけ、なんとかパーチ、忘れたパーチ。ちょっと弱いアプローチはもうええってなってそうなんで、強すぎるアプローチでいってみます。強アプローチ。浅っと思ったら10メーターもあったさっきまでが深すぎて浅いな思って持ったっすわ。強アプローチ。カモン、ここのレイダーオンですわ。2号取ったら食いたいけどね。木触った。ここや。完全無視。あ、見に来た。まあほぼ限りなく無視に近い見に来方しましたね今。アメリカみたいなバスおらんかい。一回2分の1とかちょい軽でいってみようかな。逆になんか大きいの食べるロアあるんでしょうね。最後2、3頭だけやっちゃいましょう。朝ここなんか押してもらった。はいはい、一発で壊します。右側に浮いとるな。木の下ぐらいに浮いとるな。多分バスやと思うけど。ギャーンって上げたら見に来よるけど。はい、このキャスト終わったら上がります。食ったんちゃうこれ。あ、食った頼むで。よっしゃ乗ったで。どんなサイズやこれサイズわからんけど乗ったでやっとやね。どんなサイズやこれ。おまだ上がってこい。悪くないやっと乗ったで。むっちゃデカとかではないけどよっしゃー。おいやっとやんマジでラスト1頭ガチな足元でやっと食った。もうだいぶしつこめにこちょこちょやってたらやっと食いました。いやこれ完全に諦めてましたよ僕まあ60とはいかんかったっすけど、でもこういうやつやったんですよ。なかなか食わせれへんかったやつ。夕方ワンチャンやっとこさ。しかもこれパンパンですねこれ。
なんか池原のバスもうちょい痩せてるかな思ってたけど、はい、綺麗な感じでした。ロングアーム健在でした。地味にねこれ 14g に僕途中で書いてたんですよ。まあ、ちょっとしつこめにこちょこちょやってやっとこさーって感じでした。ヘルシーやけど60とかそんなんではないですね。0ここやろ。あ、56でした。はい、56センチ。はい、60とはいきませんでしたが、もう今回の出来栄えからしたら十分お疲れ様でした。はい、完全あかん思ってました昼ぐらいからもまあでもまあ結果的に取れたのがまあ思ってたサイズ、まあ60とはいかへんですけど、まあ思ってたサイズやったんで、まあ良かったかなと。まあまだまだねちょっとやっぱ時期的に半端というか、まあ半分浅いところにもおるし、まあ昨日つったようなサイズやったらもうちょっとエンジョイできたと思うんですけど、まあやっぱりでかいのついたかったんでこだわってみましたということで、次はハイシーズンに期待です。ありがとうございました。